初めての車検で、車またスタッドレスタイヤに戻したり冬仕様にするから、ちょっと冬仕様に戻す前に現状の紹介しようかなと思って撮影してます。うちのはハイエース版6型 2.8 のディーゼルターボのスーパー GM ダークプライム2の標準ボディ4駆のダメージ仕様。ボディカラーはパールホワイトで、外装でフレックスさんで買った時からついてきたのが、フロントスポイラーとオンバーフェンダー、それから同色のガッツミラーが最初からついてきたのかな。あと LED テールランプがフレックスさんオリジナルで、17インチのアルミホイールもフレックスさんのデルフ03っていうのかながついてます。でタイヤはウッドイヤーのイーグルナスカータイヤがついてます。外装はそんなところかな。あとメーカーオプションでパノラミックビューモニターとインテリジェントクリアランスソナーとデジタルインナーミラーなんかが最初からついてました。はい、じゃあ内装の方に入って運転席と助手席はほぼノーマルで、変わってるのは車載冷蔵庫を買った時に 12V のシガーソケット埋まっちゃうと充電とかできなくなっちゃうので、カーメイトさんの増設電源ユニットを変えたぐらいかな。シガーソケットを使ってると充電できないから、じゃあこれ買った増設電源ユニット IES 用プレミアム Amazon プライムセールで買ってみました。シガーソケット2つと USB2 つになったから充電とか楽になったよね。あとは LED ライトに変えたぐらいかな。でこれがデジタルインナーミラーね。後ろの窓は埋めててもクリアに後ろ見えるよね。これがパノラミックビューモニターね。でもう一回押すとそこのミラーの下のに変わるんだよね。両サイド。でバックに入れると自動的に後ろのここが後ろになるんだよね。これ便利だよね。そうね。これがパノラミックビューモニターね。でインテリジェントクリアランスソナーっていうのは今鳴らしてみるね。障害物が近づくとアラームが鳴るのね。ちょっとピクッ。駐車する時とか便利だよね。運転席周りはそんな感じです。で次は運転席だと目隠し。夏はだいたいこのメタルシート MS2 の窓型にしたのを100均のバンドで留めてあるのを使っていますね。これ2人で運転席と助手席に乗ってて2人でやるとわけないんで、もう本当にこれでおしまいっていう感じでね。夏の車中泊はだいたいこれでやってました。到着したらこうやってこの2枚出して1人1枚ずつこっちとそっちでここにはめ込みますね。はい、超ぴったり。あとこれ最初作った時はフラダンにこの薄いアルミのシートだけだったんだけど、後からメタルシート MS2 ここも貼って結構これ貼ったら断熱が強化された感じがする。で登山なんかで結構長期いなくなる場合はちゃんとこの冬用のフロントの目隠しもつけてます。目隠しの動画出した時は当初3枚で作ってたんだけど、使い勝手が4枚の方が便利だと4枚にしました。これも雨とか雪の日2人でやるとドアも窓も開けないでできます。こんな感じですね。これでちょっと一回閉めてみようか。結構遮光性も高くて真っ暗。閉めると暗くなるよね。真っ暗になる。から見るとこんな感じ。フロントも
これで結構セキュリティもね保たれる。次に車中泊するときやるのは、助手席を移動してここにこのシートを入れて後ろ向きシートにしてます。ただこれ置いてるだけなんですけど、で雨の日なんかはドア開けないでそのままここから後ろに行っちゃってここシートにすると全く雨に濡れずに車中泊の仕様に展開できるんだよね。すごい雨。これじゃ外出れないね。出れないね。2人ともそっからこうやって来てね。でこれを置くと。座ってみて。はい。ここがもう料理したりする席です。ここいいよね。座り心地もいいし。でこの後ろ向きシートのいいところは雨の降ってる日こんぐらいで入れちゃいます。この辺は水に濡れても水を吸収しない素材のラバーシートにビニールになってるので、そしてこれもなんで雨の日なんかはほんとこんぐらいで乗り降りできるから便利ですし、まあ雪の時もそうだけどね。でここの中にセカンドシートバックパネル板が入ってて、その上にウレタンが貼ってあるんでここは乗っても大丈夫だし料理する時も机代わりに使ってます。セカンドシートの後ろに板を入れてるんだけれども、これ一回出してどうなってるか説明したいと思います。今ここにねネジでこれで背もたれ立てた時は止まってるの。初めてね。で出してみようか。よいしょ。こういうのがあってで裏側がこうなってて、こんな感じになってて、セカンドシートの背もたれの中ってこんなになってんだ。そうこうなってて、あ、だから板入れないとゴツゴツすんだね。そうここにパイプが通ってるじゃない。これにあの板が乗っかるように作ってあって、ここにウレタン入ってる、ここにウレタンが入ってるから、この中の一番奥にはウレタンが入ってて、横にも3センチぐらいかなウレタンが入ってるから、ここ65ミリ開いてるのよ。こっちは32ミリ開いてるの。もともとシートについてるウレタンと干渉しないように、こう隙間をこっちも作ってるのね。でなんでこんなボロボロの継ぎはぎかっていうと、自宅の椅子の DIY した時の余ったウレタンでやってるから、残りの端材使ってうまくやったんだよね。このぐらいで4、500円のウレタンなんで、それは概要欄にリンク貼ろうかな。2年使ってたけど、さすが椅子用のウレタン使っただけあって全然へたってないね。へたってないし、板も歪んでないし、一箇所に負荷がかかったりっていうのもないから、点々できてよかった。これを入れますね。ここにカバーってやっちゃうウレタンだ。本当だ。もともとついてるウレタンとうまく干渉しないように作ってあるんだね。すごい。今ここのスクラを埋めてるわ。車側のウレタンと自分で貼って入れたから完成。これで、この上にセリアのテーブルクロスを引いてます。セカンドシートにはセリアのテーブルクロス柄が入ったやつのちょっと弱っちいやつとビニールの透明のをかけてます。これいいんだよね。雨でも雪でもセカンドシートがジメジメしないで拭けるっていうね。でご飯食べるときはセリアのコンロレンジマットここに引いてます。いつでも新品にできるボロいやつこれもう破けちゃってるからそろそろ
取っ乗り換え時期だね。ここベッドの方に乗り降りするから、ご飯の時はこれを引く。300円テーブル。セカンドシートの下にはまずシンクの足、それからコンロレンジマット、お鍋、それから IH 調理器、ニューストルブ、高分子吸収ポリマーなんかが入ってます。セカンドシートの下からすぐ出せるようになってます。はい、この26センチのすき焼き鍋 IH 対応が結構1台で何でもできて、焼く、茹でる、炒める、それから煮るで、鍋もパスタもできるんで、これ1台で結構いろんな料理やってます。まずこのパラコードをね、アシストグリップのところから向こうに渡したり、アシストグリップからこうね、ピラーの中にリピート体はめてただ入れてるだけです。この中にこのパラコードに遮熱カーテンをかけてあって、カーテンがこのスライドドア開けててもセットキットの上のプライバシーが保てるのと、遮熱断熱に工具があります。でアシストグリップにマルチグリップバーっていうのかな、これ1本通してます。ただ夏はそんなに活用してないかな。冬ウェアかけるのに活用してるのかな。でここに LED バーライトがついてて、エンジン切った後はこれで大体車内は賄ってます。ここにルミナスのスチールラックが積んであって、こう日常使うものが収納されてます。はい、で車内でお水使うときはこの300円シンクを出してこんな感じに展開してます。この空いてるところはクーラーバッグをあそこの隙間にいつもは入れてます。スチールラック反対側から見るとこんな感じです。ここに調味料とかキッチン周りのものがここに入ってます。でこの下、これ自作のちょこっとステップとスチールラックをこっちに寄せてます。でこれは靴箱、300円靴箱、ショート動画出して、でここ水のようにいつも飲料水なんか入れてみていきます。車載冷蔵庫、うちは22リットルのオーガ RV っていうのかな、これを使ってます。あとはこの辺夏の節約、ここも雨降ってるときは外出ないでも取り出せます。網戸、エコネット、それとこれがスライドドアの小窓の網戸、これはここに積んでます。冷蔵庫でしょ、網戸、サーキュレーター、これ DC のサーキュレーター、ヤブカバリア、どこでもベープ、刺された時のと虫よけと森林粉、この辺が入ってます。2シーズン目だけど別に十分安いやつだけど使えてます。ベッドキット下にこの布のカラーボックス 1,2,3,4,5,6 個収納して、ここまでだったら車内から全部手が届くんで、車の中で使う日用品とか大体もうここに収納してます。この下はタオル、トースター、コーヒーメーカーに自宅と行き来してる食器類、でこのカラーボックスの奥にここにサブバッテリー積んでるんですけど、これリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの 120A アワー、上に100V のインバーター 2000W
をこのプランターの中に入れて 100V これで上に延長コードが持ってきてます。インバーターのリモコンがここについてて、これをオンにしてブレーカー付きのバックで電気使ってます。であとは 12V シガソケ2つと USB2 つとセリアのティッシュケースに入れてます。次はベッドキットの上、ベッドキットの上はニトリのラグを引いてます。でこのベッドキットはフレックスさん最初から購入した時についていたフレックスさんのオリジナルのベッドキットです。その上にニトリのラグ引いて、夏の寝具収納している時こんな感じで積んでます。はい、寝る時のスタイルにしました。エアウィーブダブルベッドサイズにニトリの N クールシーツ枕カバーで無印の素掛け布団に無印のダブルベッドでこの夏は節約してました。こんな感じです。サイドバー IS 定番カスタムのサイドバーつけてます。これはクリップナットとカーメイトさんの部品でサイドバー非常に便利です。IKEA のベッドテーブル積んでます。助手席側のスライドドアの窓は運転するときは外してるのでプラダンで作ったものに隠しつけてます。でここにゴム買ってきてゴム貼ってあります。ここにはめ込んでます。隙間に入るようにしてます。なぜかっていうとこれ開けた時に前落ちてきちゃって押していくことによって上げてもこれ落ちません。ここはもうはめ込むので結構きつめに切ってるのは込めるだけです。ここも一番後ろにだけ入れて入れてます。これ入れても開けることはできます。で運転席の後ろは最初からつけてます。ただ網戸をつけるときだけ外してるかな。あと後ろ3枚もプラダンの目隠し作ってはめてます。ベッドキットの下これバックドア側からです。もうキャンプ用品だいぶ下ろしちゃってタープぐらいしか残ってないけど、ここにキャンプ道具とか登山用品収納して出かけました。これも前回紹介した時に貼ってなかったクッションフロア、断熱施工した時にこのクッションフロアもありました。こんな感じ？うん、こっち取り忘れてた。はい、あと天井、それから横のパネルとかスライドドアとか断熱施工してあります。今年エンジンの断熱もやりました。車内は内装を全部剥がしてなるべくすっぽり覆うように遮熱断熱材の GS メタルシート MS2 を貼ってます。天井はリアクーラーの上もリアクーラーをかわして貼ってて、ルーフライニングにも貼って2層にしてみました。リアクォーターパネルの中も貼ってあって、それからリアヒーターの裏にも貼ってみました。床のクッションフロアの下にも貼ってあって、スライドドアはドアトリム側に貼りました。で、今年エンジンフード、それから運転席と助手席のフロアにも貼りました。あとマニアックですが B ピラーの中も貼れるとこ貼ってみました。こんな感じかな。はい、来月で2年になります。天井の口の張りメットはこんな状況です。やっぱり LED が明るい。そうね。車検出したらスキー使用者にします。